科学の世界って時々全てをガラッと変えちゃうような瞬間がありますよね。AI の世界ではそれが2017年に起きたんです。一本の論文がきっかけで、そのタイトルがまたなんというか詩みたいで、Attention is all you need。最近の AI って本当に巧みに僕たちの言葉を操りますよね。でも、どうしてそんなことができるようになったんでしょう。ただ単語を読むだけじゃなくて、その言葉のニュアンスとか文脈とかを本当に理解させるために、一体何が必要だったと思いますか？実はですね、AI にはずっと大きな問題があったんです。それはまるで小さな針穴から本を読もうとしているような状態だったんですね。一度にたった1語しか見えない。昔の AI って本当にそんな感じで言葉を処理してたんです。だから当然めちゃくちゃ遅いし、文全体の意味、いわゆる全体像をつかむのがすごく苦手だったわけです。ところが、2017年、Google の研究者たちが出した一本の論文が、この状況を全部ひっくり返したんです。で、今回のこの話は、まさにその画期的な研究、バスワニたちが書いた Attention is all you need を元にしています。はい、じゃあまず、彼らが一体どんな問題と戦っていたのか、AI の読解問題の核心に迫っていきましょう。それまでの主流だったのって RNN、つまりリカレントニューラルネットワークっていうモデルでした。これどういう仕組みかっていうと、情報を鎖みたいに一個ずつつなげて処理していくんですね。つまり蓄積。単語1を読んで、その次に単語2、そして単語3って感じです。これだとどうしても処理が遅くなるし、文が長くなると昔の情報を忘れちゃうっていう弱点があったんです。理想はもちろんこの逆ですよね。早くて全部まとめて処理できて、一発で文全体の意味がわかる、そんなモデルです。で、このボトルネックがどれだけやばかったかっていう話なんですけど、今までの再機械モデルだと、文が長くなればなるほど、つまり単語の数が増えるほど、計算の手間もどんどん増えていったんです。でも、この新しい自己注意、セルフアテンションっていうやり方だと、計算ステップが常に一定。つまり、文が10単語だろうが100単語だろうが、関係性を理解するための計算量はなんと変わらないんですよ。これってもう次元が違うブレイクスルーですよね。じゃあ、どうやってそんなすごいことを実現したのか？そこに彼らの革命的なアイディアがあったわけです。論文の中で著者たちはこう言ってるんです。私たちはこれまで当たり前だった再起とか畳み組みを全部捨てて、アテンションっていう仕組みだけを使った全く新しいシンプルなネットワーク、トランスフォーマーを提案しますと。これただの改善じゃないんですよ。今までの AI がやってきた順番に読むっていう大前提を根本からひっくり返すような、まさに挑戦状だったんです。つまり、革新はすごくシンプルなんです。針穴から世界を見るのはもうやめようぜ、と。一個ずつ単語を読むんじゃなくて、もしモデルが文全体をバーッと一気に見渡して、どの単語がどの単語と大事な関係にあるのか、それを一瞬で判断できたらどうなる？そういう発想だったんですね。では、このトランスフォーマーがどうやって考えているのか、その仕組みを具体的に見ていきましょうか。その心臓部にあるのが自己注意、つまりセルフアテンションっていう仕組みです。これ何かっていうと、モデルがある一つの単語を見るときに、同時に文中の他の全部の単語にも目を配って、この単語とあの単語はどれくらい強く関係してるかなって、そのつながりの強さをスコア付けしていく感じなんです。まるで単語と単語の間に見えない関係性の網を張り巡らせて、一番大事なつながりを瞬時に見つけ出すみたいな。この例文を見ると、その凄さが一発でわかります。蜂は花に止まった。なぜなら、それは蜜を求めていたからだ。さて、このそれって何を指してますか？もちろん蜂ですよね。僕たち人間には当たり前ですけど、昔の AI にはこれがめちゃくちゃ難しかった。でも自己注意を使えば、それと蜂、花、蜜っていう単語の関係性を一瞬で計算して、あ、このそれは花じゃなくて蜂のことだなってちゃんと見抜けるわけです。しかもすごいのはここからで、この自己注意を1個だけじゃなくて、何個も同時に並行して走らせるマルチヘッドアテンションっていう仕組みも作ったんです。これ、例えるならモデルに複数の視点を持たせるようなものなんですね。ある頭は代名詞の関係を追いかけて、別の頭は主語と動詞の関係をチェックして、
また別の頭は原因と結果の関係を分析するみたいな。これを同時にやることで文の構造をもっと深くいろんな角度から理解できるようになるんです。でもここで、あれって思いません？全部まとめて処理するんだったら、単語の順番ってどうやってわかるのって。猫が犬を追いかけたと、犬が猫を追いかけたじゃ意味が全然違いますもんね。その答えが1エンコーディングっていうすっごく賢いトリックなんです。これは計算を始める前にそれぞれの単語に君は1番目だよ、君は2番目だよっていう目印みたいな数学的な信号をあらかじめくっつけておくんです。そうすれば順番に読まなくてもモデルはちゃんとそれぞれの単語がどこにあるのかを把握できるってわけですね。理論はすごい。でも実際それってうまくいったのって思いますよね。うまくいったどころの騒ぎじゃなかったんです。それまでの記録を文字通りぶっ壊したんですから。当時、機械翻訳の性能を競う、世界大会みたいなのがあったんですけど、そこでトランスフォーマーは翻訳の精度を示す BLU スコアっていう数字をなんと一気に 2.0 ポイント以上も引き上げたんです。この世界で 2.0 ポイントアップっていうのはもう僅差の勝ちとかじゃなくて、他を全く寄せ付けないとんでもない大ジャンプだったんですよ。で、本当にやばいのはここからなんです。トランスフォーマーは、それまでのチャンピオンだった Google 自身の翻訳システムよりも、性能が良かったってだけじゃなかった。そのすごい結果を、なんと、およそ10分の1っていう、信じられないくらい少ない計算コストで達成しちゃったんですよ。学習にかかる時間もお金も圧倒的に少ない。つまり、もっと性能が良くて、もっと速くて、しかももっと省エネ。まさに三拍子揃った革命だったわけです。じゃあ、この2017年の研究が、今僕たちが使っている AI とどう関係してくるのか。答えは、もう全部です。トランスフォーマーが可能にしたこの並列処理っていう力のおかげで AI はとてつもなく巨大なデータで学習できるようになったんです。その結果、性能が爆発的に上がりました。今の時代、GPT シリーズにしても、ジェミナイにしても、私たちが知ってるほとんどのすごい大規模言語モデルは、全部このトランスフォーマーの仕組みが土台になってるんです。はっきり言って、今僕たちが目の当たりにしているこの生成 AI ブームって、元をたどれば、このたった一本の論文から始まったと言ってもいいくらいなんですよ。この論文が教えてくれたのは、たった一つのことだったのかもしれません。言語は順番に処理するものだっていう誰もが信じていた常識。それを疑ってみることで、全く新しい可能性の扉が開くんだ、と。そして、その開かれた扉の向こう側に広がっているのがまさに、僕たちが今いるこの AI の世界なんです。